はいどうもチートンです。今日はね、どんぐり山に来ています。この時期にどんぐり山といえば、そう、国産黒トリュフを取りにやってきました。もちろん入ってもいい山、トリュフを取ってもいい山に来ています。あの奥の方にコナラやクヌギの木が生えているので、あそこを目指していきましょう。早速入っていきましょう。トリュフは朽木や落ち葉を食べて育つキノコではなくて、ナラ、シイ、カシなどブナ科の木やマツ科の木などの根っこに共生して育つ金根菌という種類のキノコです。クヌギとかコナラに共生しているパターンが多いですね。あ、コナラが落ちていました。このコナラのどんぐりはもう根っこを出してますね。どんぐりは地面に落ちるとまずこのように根っこを出して冬を越えます。なんでね、もしどんぐりを拾って鉢植えにしてなかなか芽が出ないなと思っても焦らないでください。そのどんぐりはもうすでに根っこを出して春が来るのを待っています。そして春が来て暖かくなるとようやく芽を出し始めます。よっ、なんか若干荒れてますね。さっきイノシシの足跡があったんで、こういうとこねイノシシが入ってる可能性がありますね。あ、いや、クヌギの角とこれクヌギですね。クヌギの木も生えていて地表に細根が見えてるんですけど、この木にもしトリュフの金根菌があればどっかにねトリュフがポコッと出ていってもおかしくない状況です。トリュフは原生林よりも人工的に手が入った土地の方が生えやすいと言われています。この上がちょうど10年くらい前に開発されてて、そこのコンクリの柱から染み出るアルカリがトリュフの生息環境を整えていると思われます。ということでトリュフの生息環境はバッチリですね。早速トリュフを探していく。トリュフはこういうどんぐりの木の細根にまとわりつくように共生してて、そこからね菌糸を広げていって子実体を形成するので、土をねゴリゴリ掘り返すと菌糸を断ち切ってしまって来年以降のトリュフ発生に影響が出ちゃうんで、軽くこうやって落ち葉をどかしたり土の表面を撫でる程度に留めておきましょう。日本のトリュフであるアジア黒西洋小炉とかイボ西洋小炉っていうのは土の表面にぽっこりと出てきてくれるんですけど、土の中にもねたくさん存在しています。ただね、そのトリュフは掘り返さずに胞子の供給薬として温存しておきましょう。お、あった、ありました。これが国産黒トリュフです。アジア黒西洋小炉とかイボ西洋小炉などいくつか種類があるんですけど、紛れもなく黒トリュフです。トリュフゲット。ちょうどここにコナラの木が生えてるんですけど、細根があるところに生えてますね。ということはここにトリュフ菌があることは間違いがないので、この辺り全体をね探っていきましょう。あれ、どこやった？手を離してしまったんですが分かんなくなっちゃいました。これか？あ、違う、どんぐり。あ、違う。あ、これだ。ありました。こんなとこにねこうやってポコッと落としてしまうとほんと分かりづらいですね。さあ探していきましょう。あった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 。ちょっとちっちゃいですけどこんなもんでしょ。こんな感じでね土の中に菌糸が走ってます。この菌糸はね腐朽菌といって朽木や落ち葉を食べるタイプの菌だとは思います。おそらくトリュフの菌ではないですね。ただこうやって菌糸が伸びる環境は整ってるっていうことですね。なんかねちょっと金根菌というか根っこにまとわりついてるような菌もある感じしますね。あった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 。映ってなかった。これ。この山結構ありますね。どんどん探していきましょう。なんだろうな、ここやっぱ全体的にまだ僕が到達してない場所なんですけど、誰かトリュフ探しに来てますね。やっぱ狙ってくる人はいるんでしょうね。まだまだ見落としがあることを願って探していきましょう。ただの木の皮です。ありました。いや、これわからないよね。やっぱりトリュフが見つかり始めると目が慣れてきて探しやすくなるんですけど、それまではねこれを見つけるのは至難の業です。いやー、あ、待って、ここにもある。ここ大量だぞ。双子ちゃんトリュフゲット。こうやってキノコが生えてる木はもうすでに朽ちて死んでいるんで、この周りを探してもトリュフを見つけることはできません。ちょっと移動して上の方に来ました。この上がね駐車場になってます。一度撹乱された土地なんで結構こういう砂利が多いですね。こういうところも結構ね、ほらどんぐりの木の細根が走ってるんで、あった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 。あるある。こんな感じでどんぐりの細根が走ってる周り探してみるとあると思います。あとね、こういう砂利が混ざったような土のところに多く生えている傾向があります。コロコロコロって1個トリュフが転がった感じがしたんですけど、こういう斜面だとどこ行ったか分かんなくなりますね。まあまあいいサイズだったんだけどな。もったいない。前半はね結構好調だったんですけど、ここ30分くらい見つけることができていません。トリュフ探し案外難しいですね。くっそー。あった。硬くてしっかりしてます。まだ土っぽい匂いしかしないんですけど、これをねしっかり冷蔵庫に入れて保管しておくと熟成されてめちゃくちゃいい香りに変わっていきます。ムカデちゃんがいた。トリュフ探ししてるとねムカデとかと会うことも多々あります。噛まれないように気をつけましょう。それとね、落ち葉をかいたところはねこうやって元に戻しておきましょう。地表が乾いてしまうとまたね菌糸が広がるのを邪魔してしまうので、湿度を保てるようにしておきましょう。お、めちゃくちゃでかいアケビの皮が落ちてる。いやー、絶対うまかったろうな。これこの上にあんのかな。来年はアケビも取りに来ようかな。
ありました。8個のトリュフを見つけることができました。まだ匂いはほとんどないですね。これから家に帰ってこれを熟成させていきたいと思います。ということで帰宅。持って帰ってきたトリュフをきれいに洗っていきます。あ、袋を開けてみると結構いい香りしますね。この状態で嗅ぐとそんなに匂いを強く感じないんですけど、袋に閉じ込めておいてしばらくするといい香りがします。楽しみ。それではしっかりトリュフを洗っていきます。キノコというと水洗い厳禁なイメージがあるんですけど、トリュフはしっかり洗って大丈夫です。むしろ洗わないと熟成期間にそこからカビたりする可能性もあるので、しっかり洗っちゃいましょう。そもそもね、生で食べることの多いトリュフなんで、表面の雑菌や汚れはしっかりきれいに洗い流しておきましょう。洗い終わったトリュフはしっかりね、キッチンペーパーで水気を取ります。しっかりと水気を取ったら、お米の入った袋に入れて冷蔵保存をしておきます。お米と一緒に入れておくことで、お米が勝手に湿度調整をしてくれるので便利です。あと絶対に常温保存をしないでください。トリュフがね、このお米を食べて菌糸を伸ばし始めます。なんで必ず冷蔵で保存してください。それでは溶き飛ばし。アライグマが取れました。手先の器用なアライグマの手を取る罠なんですけど、めちゃくちゃリラックスしてますね。早速トリュフと一緒に食べていきたいと思います。はい、お肉になりました。そしてこれが陰茎骨です。陰茎骨っていうのはオスのあそこの骨で、哺乳類の約8割が持つとされています。大きさはだいたい10センチ前後で、先端が反り上がっていて二股に分かれています。ここに尿道が固定されるようについていました。陰茎骨は交尾の際に陰茎を支持したり脱落を防ぐ役割があります。残念ながら人間にはないんですけど、あそこを骨折する可能性がないことを考えるとなくてよかったですね。あと数ある陰茎骨の中でもアライグマの陰茎骨はアメリカの一部地域で幸運のお守りと呼ばれています。そのまま持ち歩いたりアクセサリーに加工したりして身につけます。僕はこれを編集机に置いています。ちなみにトリュフなんですけど、いい感じに熟成しています。この状態でも袋の外側に匂いが出てくるほどいい香りがしてます。袋の中はめちゃくちゃいい香りが充満しています。一度好きになっちゃえばたまらない香りですね。ちょっと癖のあるチーズを食べた後に指先がなんか臭くて時々匂いを嗅いじゃうみたいなことはあると思うんですけど、そういう何とも言えない匂いです。それでは早速調理していくんですけど、今回はトリュフ TKG とアライグマのホイル焼きにトリュフをスライスして食べていきたいと思います。ということで調理していく。ファイヤー。あっち。火が全体に回るのを待つ間にアライグマのお肉に下処理をしていきましょう。まずはオリーブオイルをたっぷり塗り込んでいきましょう。焦げ付きを防止したり、調味料がねしっかり表面につくのを手助けしてくれます。今回のお肉も全然臭くなくてね、美味しそうです。オリーブオイルが塗れたら岩塩をかけていきます。肉汁と一緒にちょっと流れたりするんで、少しねたっぷりめにかけちゃって大丈夫です。うまそう。そしてブラックペッパー。トリュフの香りをしっかり楽しみたいんでね、味付けはシンプルにこれでいきます。アライグマのお肉にしっかりと下味がつきました。そしたらアルミホイルにしっかりと包んでいきます。長時間高温で焼いていくので穴が開かないようにしっかりと包んでいきましょう。はい、アライグマを包むことができました。早速焼いていきましょう。ちなみにアライグマのお肉を食べるときには狂犬病やアライグマ害虫、レプトスピラ菌などのリスクがあります。お肉の中心までしっかりと火を通すことでそれらのリスクを回避することはできるんですが、アライグマをさばいたりお肉を調理する過程で生肉を触った手などで周りに汚染を広げないように気をつけましょう。そしたらしっかり中まで火が入るように蓋をかぶせていきます。あ、ジュクジュク言ってる。まだひっくり返してないんですけど、この状態で上から突き刺して何度になるのか興味があるので温度計を刺してみます。ブスッとな。お肉の中心部分95度あります。表面側も98度ある。しっかりホイル焼きで焼くことで臭みのない美味しいお肉になるので、ひっくり返してもう30分焼いていきます。あちっ。もう30分お待ちください。香ばしいいい香りがしてます。うまそう。もう確実に火は入ってると思うんですけど、念のため温度計を刺してみます。101度、ほぼ100度の状態で何十分も火を入れたので、お肉も柔らかくなって臭みも飛んだと思います。これは一旦端っこに避けてあっち保温しておきます。その間に土鍋で炊いたご飯をよそっていきましょう。めちゃくちゃいい香り。今年うちで採れた一目惚れ新米です。うわー、うまそう。この香りがおかずになるくらいめちゃくちゃいい香りしてます。いい炊き加減。いただきます。うめえ。これは最高すぎる。
そしたらここにこの間取ってきたトリュフをかけていくんですけど、しっかり熟成しているのでこの状態でも香りが漂ってきています。綺麗なマーブル模様ですね。めちゃくちゃいい香りがしてます。せっかくなんでもう1個スライスしていきます。炊きたてのご飯に黒トリュフをまんべんなく敷き詰めました。そしたらここに卵黄をのせます。うわー、うまそう。アライグマのお肉も開けていきましょう。めちゃくちゃいい感じに焼けてます。完璧。この茶色く焦げたのもね、メイラード反応でいい香りがしてます。そしたら仕上げにトリュフをスライスしていきます。めちゃくちゃ贅沢。完成。トリュフをのせたアライグマのホイル焼きとトリュフ TKG が完成しました。大地の恵みに感謝していただきます。まずはね、アライグマのお肉からいただいてみましょう。アライグマのお肉はね、非常に野生味のある弾力のあるお肉をしています。トリュフをたっぷりとのせていただきます。うまい。アライグマのお肉って結構しっかり味と香りのあるお肉なんですけど、今回ね、熟成がうまくいったのかトリュフが負けていません。しっかりトリュフが仕事をしています。ふんわりと香る何とも言えないコクのある香り、これがね、お肉とマッチしてます。アライグマの野生味のあるお肉の味にリッチ感を添えてくれています。うますぎ。というかアライグマの肉が本当に美味しい。油が口に入ってきたんですけど、油が美味しいな。うますぎ。うまい。高温で長時間焼いたことでお肉の繊維がね、ホロホロにほぐれてます。やっぱアライグマの肉はこの方法で食べるのが一番美味しいと思います。もう我慢できない。いただきます。うまい。マジでうまい。最高すぎるな。これどんどん食べたいところではあるんですけど、今日はねトリュフ TKG もあるのでこっちも食べていきましょう。醤油をちょちょちょっとかけて、いやー、うまそう。贅沢すぎる。いただきます。うまい。うますぎる。炊きたてのご飯の香りと卵の甘いコク、そしてねトリュフの何とも言えない香りが混ざり合うと最高のハーモニーを奏でてくれています。いや、めちゃくちゃうまい。いや、ハエが寄ってくるな。トリュフってスライスして食べてると虫が結構寄ってくるんですよね。この虫がトリュフを食べることによってその菌を遠くまで運んでくれます。ほんとハエが来る。コクがしっかりあってトリュフ TKG でビールがいけます。ほんとめちゃくちゃうまい。へい、旦那、美味しいのできた？めちゃくちゃうまい。めっちゃ贅沢。いただきます。すごい、トリュフの香り負けてないよ。めっちゃ美味しい。お肉も美味しいしね、めっちゃトリュフだよ。美味しいね。いただきます。美味しい。これさ、この間さ袋で嗅いだじゃん。トリュフ匂い強烈だったじゃん。こうやって食べるとめっちゃうまいね。ちょっとお腹いっぱいだったんだけど箸が進む。トリュフ卵かけご飯うまいよね。めっちゃうまいよ。これみんなやった方がいい。めっちゃ美味しいから。妹子来てるからさ、これあげようよ。そうしようか。今回トリュフが負けないぐらいいい仕事をしてくれました。そしてトリュフ TKG、 卵のコクとトリュフの香りが本当にバランスよくマッチしててめちゃくちゃうまいです。すごいリッチなねご飯を食べることができました。ということで、この動画が面白いと思った方はぜひ高評価ボタン、そして下の共有ボタンから友達に拡散してください。これからもどんどん面白い動画を出していくので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。